皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。時は8月中旬の1日です。撮影を行った時の天気は晴れ、また撮影を始めた午後2時頃の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で28度でした。今回も最後までゆっくりとお楽しみください。さて、このシリーズでは毎年夏になるとスズメバチを特集する動画を作ってきました。シーズン中には毎年多くのスズメバチが養蜂場にやってきてミツバチに被害を与えます。今年もその例外ではありません。しかし養蜂場だけではなくて、今年は世間一般でもここまで特にキイロスズメバチが多いようでして、テレビニュースで取り上げられているのをしばしば目にします。そこで今回は特にキイロスズメバチに焦点を当ててお話ししたいと思います。今までスズメバチの動画は何本か作ってきましたけれども、キイロスズメバチだけを取り上げるのは今回が初めてです。でなお、キイロスズメバチは本来はベスパシミリマ、つまりケブカスズメバチの本州以南に生息する亜種のことです。しかし世間ではケブカスズメバチよりもキイロスズメバチの名前の方がよく知られていて、そちらの方が通りがいいようです。しかし、この動画に映っているのはいずれも北海道のベスパシミリマなので、以下ではケブカスズメバチと呼びたいと思います。でまず今年はケブカスズメバチが多いと言われていますけれども、そのことを養蜂場のデータで確認してみることから始めたいと思います。8月になって直近の撮影日である8月18日までに養蜂場で採れたケブカスズメバチの数は638頭です。で昨年の8月に養蜂場で採れたケブカスズメバチの数は130頭でした。8月に養蜂場で採れたケブカスズメバチの数は昨年から今年にかけて5倍近くになっているわけです。しかし昨年と今年の数値は単純に比較することができません。そこでこのことについて以下で述べます。まず期間が違います。昨年のデータは8月1ヶ月分のデータでしたけれども、今年のデータは直近の撮影日である8月18日までのデータです。次に採集方法が違います。今年は3つの方法で採集を行いました。1つはペットボトルトラップを使った採集です。で2つ目は捕虫網を使った採集です。そして3つ目は巣門前に転がっている亡骸の回収です。こういった3つの方法を使って今年は採集を行いました。それに対して昨年の8月はペットボトルトラップによる採集のみでした。そこで条件を同じくするためにペットボトルトラップによる採集の結果だけを取り出して見てみます。すると昨年の8月には106頭のケブカスズメバチを捕まえました。それに対して今年は365頭のケブカスズメバチをペットボトルトラップを使って捕まえています。でなおトラップとして使ったペットボトルの数は昨年は時期によって3個から7個でした。で今年は3個から4個です。つまり今年の8月はここまで昨年と比べて短期間の採集であり、かつ仕掛けているトラップの数も少ないのですけれども、それでも3倍以上のケブカスズメバチをペットボトルトラップで捕まえているわけです。ここから今年養蜂場にやってきたケブカスズメバチの数は昨年よりも多いと言っていいかと思います。なお、先ほど私は今年の夏は昨年と比べてスズメバチの採集方法を増やしてより多様化された採集方法を使ってスズメバチを捕まえていると申し上げました。別の言い方をすると今年の夏は昨年の夏と比べてより熱心にスズメバチを捕まえているわけです。
昨年の8月もそうでしたが、今年の8月もオオスズメバチは養蜂場にやってきません。オオスズメバチが養蜂場にやってくるのは9月になってからです。ですから8月にスズメバチ採集を養蜂場で熱心に行うと、そのターゲットになるのは主にケブカスズメバチです。オオスズメバチとケブカスズメバチは養蜂場でミツバチを対象とした狩りを行う二大スズメバチです。しかし、狩りのやり方はオオスズメバチとケブカスズメバチとの間で大きく違っています。オオスズメバチも単独で養蜂場にやってきて一頭ずつミツバチをさらっていくこともありますけれども、他方ではオオスズメバチは集団で襲ってきてミツバチの巣を侵略してしまおうとすることもあります。こうしたオオスズメバチに対してケブカスズメバチはもっぱら単独でミツバチの巣にやってきて一頭ずつミツバチをさらっていきます。こうした狩りのやり方の違いから養蜂家さんの中にはケブカスズメバチによる被害を軽視してケブカスズメバチ対策をあまりやらない向きもあるようです。しかしこの養蜂場ではこの夏ケブカスズメバチ対策を強化しました。その理由は主にミツバチヘギイタダニを意識してのことです。つまりミツバチがスズメバチから受けるストレスをなるべく減らそうということがあります。でまたミツバチがスズメバチに対して使うエネルギーを蜜集めや育児、さらにはダニへの対応に使うようにさせてあげたいということです。これは捕虫網でケブカスズズメバチを捕まえたところです。ミツバチも一緒に網の中に入ってしまっていますが、ミツバチはもちろん離してあげます。以下ではケブカスズメバチによるミツバチ狩りについて見ていくことにしましょう。よくケブカスズメバチは捕まえたミツバチを肉団子にして幼虫が待っている巣に持ち帰って餌にすると言われます。今画面に映っているのがその肉団子を作っているところです。ミツバチの成虫を肉団子にまとめるにあたっては腹部、頭部、羽、足を切り落とし、したがって胸部だけを残します。そしてそのミツバチの胸部を大顎で噛んでもみしだいて幼虫が食べるのに程よい柔らかい肉の塊に仕上げた上で巣に持ち帰っているようなのです。ただ私には、このような肉団子を作る前の段階の行動、前の段階の過程があるように思われます。それは何かというと、胸部から切り離される前の腹部を盛んに噛んでいるということです。今の画面がそれなんですけれども、ちょっと分かりにくいので1年前に映した映像をここで引用することにしましょう。なお、1頭のケブカスズメバチが獲物を捕まえると他の個体が寄ってきてちょっかいを入れて、好きあらばその獲物を横取りしようとします。これがその1年前の映像です。1頭のケブカスズメバチがオオハンゴンソウの葉に1本の後ろ足でぶら下がりながら獲物のミツバチの腹部に盛んにかじりついています。私はこれはミツバチの腹部にある蜜胃に溜まっている蜜をケブカスズメバチが食べているのではないかと考えています。もしもそうであるとするならば、ケブカスズメバチのミツバチ狩りはミツバチを捕まえた後で2つの段階、2つのプロセスからなっていることになります。そのうち第一の段階はミツバチの胃に溜まっている蜜を食べる過程です。これはケブカスズメバチの成虫の食欲を満たすための過程です。そして第2の段階はミツバチの胸部を巣にいる可愛い幼虫の餌にするために肉団子にまとめ上げる過程です。ただしケブカスズメバチが関心を示すのは生きているミツバチに限定されません。ご覧の映像ではすでに干からびているミツバチのパーツに対しても関心を示しています。また第1段階の腹部への噛みつきと第2段階の肉団子作りとは一続きの過程となっています。腹部への噛みつきの延長上に腹部の胸部からの切り離しがある
と考えられるからです。この映像はミツバチの腹部が胸部から切り離される、まさにその瞬間を捉えたものです。こうしたケブカスズメバチに対してミツバチは個々の戦力では確かに見劣りしますが、しかし 2,3 頭のミツバチが一斉に1頭のケブカスズメバチに絡みついた後で、さらに数十頭が一気に襲いかかって集団戦に持ち込むことがあります。こうした集団戦ではミツバチはケブカスズメバチに干渉します。干渉という意味は、ミツバチの側にただの1頭の犠牲者をも出さずに1頭のケブカスズメバチを退治することができるということです。これはすでに戦いが終わってミツバチの集団的圧力に屈したケブカスズメバチが退治されてしまった後の数問前の風景です。画面上のケブカスズメバチはもう全く動くことができませんが、興奮未だ冷めやらぬミツバチたちがおそらくはもう屍になっているケブカスズメバチを執拗に攻撃し続けています。はい、今回はケブカスズメバチについてお話ししました。ケブカスズメバチについてはまだお話しすることがありますけれども、今回はここまでとして残りはまた別の機会に回したいと思います。いかがでしたでしょうか。なお登録高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。